皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日も生活で使う日本語の文法を2つ紹介します。その前にセブンで買ったものを紹介します。セブンはセブンイレブンです。まずはこちら。みんなも見たことがあるかもしれませんね。これはじゃがりこです。じゃがりこ。じゃがいもを使ったお菓子です。開けてみましょう。今回は手で開けます。はい。で、待ってこれ、はい。これ、チャック付きです。これを最初に言おうと思ったのに。すいません。じゃがりこのイメージって、皆さん多分こういうパッケージのイメージだと思うんですけど、こういうね、チャック付きの袋に入ったタイプもあります。で、これは、一口サイズと書いてあるので、こちらのじゃがりこのサイズよりも小さいと思います。私もこのタイプを買うのはちょっと初めてなので、一緒に見てみましょう。中はこんな感じです。確かに小さそうですね。短いですね。いただきます。美味しい。このパッケージのタイプだと食べきらないといけないと思うんですけど、これだったらチャックがついてるので、チャック。これですね。この部分のことをチャックと言います。チャックがついているので、全部食べきらなくても大丈夫だと思います。食べきる。皆さん覚えてますか？私、いつの動画だったっけ？結構前の方でこの切るについては説明したので、切る、もし復習したい人がいたらこちらの動画も見てください。あともう一つ買いました。こちらです。北海道産じゃがいものポタージュ。何の意識もせず、両方ともじゃがいもっていうね。はい、これね、要冷蔵です。買ったら必ず冷蔵庫に入れておかなければいけない商品です。で、これ見えるかな？冷やしても美味しいと書いてありますね。なので、温めなくてもこのまま冷蔵庫から出して飲むことができます。もし電子レンジで温める場合は、この点線のところまで蓋を開けてレンジでチンしてください。じゃあ、私はね、今回このまま冷たいまま飲みたいと思います。蓋を開けて、ちょっと蓋は流しに入れとこう。で、こぼれそうだな。こんな感じです。見えるかな？ちょっと別撮りしとくね。一応写真撮っときましょう。じゃがいもなので白いスープです。ちょっとこんな感じで。ちょっとこれ、どうしよう。待って。ちょっとあっちで撮る。こっちの方がわかりやすいかな。はい、写真撮りました。じゃあ、スプーンでいただきます。美味しい。私もともとじゃがいもを使ったスープすごく好きで、よく昔母が、私のお母さんが作ってくれたスープなので、懐かしい。美味しいですね。こういうのいいですよね。手軽に飲めるし、野菜だし、なんか夏ってすごく暑いから食欲がなくなることもあると思うんですけど、こういうスープだったら飲みやすいですよね。私暑くても食欲あるので全然心配いらないんですがはい。じゃあ文法2つ紹介したいと思います。ちょっと待って、消えちゃった。今日の最初の文法はどころではない。どころではない。これ話し言葉はどころじゃないです。じゃあ、どころではない、どころじゃないの前は動詞の辞書形、動詞ている、名詞が入ります。いつも通り例文を2つ言うので、まずは聞きながら意味を想像してみてください。例文の1、
昨日スマホをなくして仕事どころではなかった。昨日スマホをなくして仕事どころではなかった。例文2。今日カラオケに行かない？明日は面接があるからそれどころじゃないんだ。ごめん。今日カラオケに行かない？明日は面接があるからそれどころじゃないんだ。ごめん。はい。どころではない、どころじゃない。どんな意味だと思いますか？この意味は、何々ができる状態じゃないとか、何々をする余裕がないという意味です。何かがあるから、何かがあったから、精神的に何々をする余裕がないとか、時間的に何々をする余裕がないという時によく使われます。例えば、例文の1。昨日スマホをなくして仕事どころではなかった。皆さん、もしスマホをなくしたら、精神的にどうですか？心配じゃないですか？不安じゃないですか？私は本当に不安になります。今スマホはただ SNS を見るだけじゃなくて、例えば私はこのスマホの中にスイカが入ってるんですね。だからやっぱり怖いですよね。勝手に使われてしまうかもしれないから怖いので、もしスマホをなくしてしまったら、多分私仕事をする余裕がありません。仕事をしていても心配で心配でしょうがないです。しょうがないも多分前やりましたね。スマホをなくしてしまって仕事ができるような状態じゃない、余裕がないという意味です。例文の2は、今日カラオケに行かない？友達が私を誘いました。私は友達に誘われました。受け身を使うと誘われるですね。でも私は明日面接があります。大事な面接です。もうずっと緊張しています。不安です。心配です。他のことをする余裕がありません。他のことができるような状態じゃありません。特に遊びに行ったりする余裕がありません。この時に明日は面接があるからそれどころじゃないんだ。それっていうのは友達がカラオケに行こうって言ってくれましたよね。そのカラオケに行くがそれです。それどころじゃない。それどころじゃない。で、ごめんねと謝っています。友達に対して謝るときはごめんね、ごめんで大丈夫です。はい。ね、この謝り方もその人との関係によっていろんな言い方がありますよね。それでは2つ目の文法です。こちら。兼ねない。兼ねない。兼ねないの前には動詞のマス形が入ります。例文を2つ言うので意味を想像しながら聞いてみてください。例文1。AI がさらに発達すれば今の仕事を失いかねない。AI がさらに発達すれば今の仕事を失いかねない。例文2。このまま太り続けたら病気になりかねない。このまま太り続けたら病気になりかねない。さあ、どういう意味だと思いますか？兼ねない。兼ねない。兼ねないの意味は簡単に言うと何々の可能性があるという意味です。でもどんな可能性があると思いますか？この2つの例文で出てきた今の仕事を失いかねない、病気になりかねない、これってポジティブなこと？ネガティブなこと？そうですね。ネガティブなことですよね。兼ねないの意味は何々の可能性があるです。でもどんな可能性があるですか？悪い結果になる可能性があるときに使います。例文の1。AI がさらに発達すれば今の仕事を失いかねない。私は今の日本語を教える仕事がとても好きです。もしこの仕事を失ってしまったら
それは私にとって本当に悪い結果です。はい。なので、失いかねない、失う可能性がある悪い結果なので、かねないを使うことができます。例文2、このまま太り続けたら病気になりかねない。例えば私が、じゃあ今年5キロ太ります。来年10キロ太ります。再来年20キロ太ります。体に良くないですよね。この時に病気になる可能性がある。だから病気になりかねないということができます。ちょっとスープ飲んでいいですか？美味しいこれ。これね、このじゃがいものポタージュ以外にもう一個あったんですよ。もしかしたらもっと種類があるかもしれないんですけど、トマトだったかな？多分トマトだったと思うんですけど、それもね、美味しそうでした。あ、美味しそう。美味しいの違い。これも前動画でやりましたね。美味しい。冷たいのがいいですね。やっぱ暑い時はね。はい。私最近よく学校の学生とか、あと知り合いとか友達とかと AI について話すことが増えました。皆さんは AI を使って今勉強してますか？チャット GPT とかそういったものを使って日本語を勉強してますか？なんかすごく便利ですよね。この前ペイトリオンのメンバーさんにも聞いたんだけど、もしね今仕事をしている人がいたら、皆さんの今の仕事は将来 AI が全てできるようになると思いますか？っていう質問をねペイトリオンのメンバーさんにしたら、ほとんどの人が多分例えば5年後とか10年後には AI が今の自分の仕事をするようになる可能性があると言っている人が多かったです。逆に AI ができない仕事ってなんだろうね。または AI にやってほしくないっていう言い方変なんだけど、私がこの前学生に話したのは、私は医者、病院のお医者さんと、あと美容師さん、美容師は髪を切る人ね、にはやっぱり人間にやってもらいたいなって思ってます。これ本当に個人的な意見です。皆さんに意見を押し付ける、強制するわけじゃなくて、これは私が思ったことね。皆さんはどう思ってるのかなと思って今聞いてみました。この前お店の人と話した時は、そのうちこのお店の店員さんは人間だってびっくりされるようになるかもしれないっていう話をしていました。最近日本のチェーン店でも機械が食事を運ぶ、そういうお店もあるんですね。で、あと注文するのはタッチパネルだから、お店に入ってから出るまで一回も人と会話をしないっていうことが時々あります。でもこれって増えていくかもしれないですよね。人間がサービスをすることが当たり前じゃなくて、それがいつか多分特別になる時が来るのかなって思っています。皆さんはどうですか？普段 AI を使ってますか？ AI を使って勉強したり仕事をしたりしていますか？もしよければコメントで教えてください。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。いつも見てくださって本当にありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。